俺はすべてお前に依存してきたんだけど、お前が稼いでおいといて家を出ていくなんてどういうこと？算定表に従ってお前の収入の3分の1を出して、俺は収入が全くないじゃないか。夫婦は共同で家計を支える義務があるじゃないか。婚姻費用の分担を請求してきた申し立てになるの言葉です。結婚生活の間、なるは私に対する暴言暴力、ガスライティング、家族の誹謗などを繰り返してきました。そんなナルトの限界を感じたさなか、ナルが扇風機を投げつけて食事にいたずらし、嫌がらせを始め、逆に扇風機投げたのお前だろと言ってきたので、私はナルトの関係を断ち切りました。ずうずうしいナルトの戦いはまだまだ続いています。こんにちは、普通の人です。今日は婚姻費用分担請求の1回目の調停、そのエピソードをご紹介します。去年の4月、調停が開かれました。調停とは、双方の意見を調停委員が聞き、調整していくプロセスで、双方が望むことを少しずつ合わせていく形式的な手続きです。私はナルに生活費を1円も払いたくないと主張し、ナルは私に12万円から14万円を要求している状況なので、ある程度調整を重ねた後、審判に移ることになります。この調整していくプロセスのことを婚姻費用分担請求の調停というのです。通常、この調停は早ければ2回、うまくいかなければ6、7回も行います。私は合計6回の調停を経て審判を受けました。5回は調停委員と行い、6回目は裁判官が同席した審判前の調停を行いました。これから婚姻費用分担請求の1回目の調停についてお話しします。接近禁止命令の時とは逆に、ナルが申請をしたので、ナルが申し立て人となり、私が相手方となりました。申し立て人のナルは私が避難した後すぐに自分の弁護士と話し申請しました。本当に手早い。そういえば弁護士費用は着手金27万5千円です。成功報酬は申し立て人が請求した金額からどれだけ減額されたかによって成功報酬の金額が決まります。初回の調停が開かれたのは4月。接近禁止命令の時と同様に、相手と同席不可で進行されました。ナルは私より30分早く始まり、私はその後30分ほど調停委員と話す時間を持ちました。テーブル一つと椅子5つ置かれている小部屋で、年配の調停委員の2人、弁護士と私、計4人が向かい合って話しました。古い会議室のような雰囲気です。私と私の弁護士があらかじめ提出していた主張書面に基づいて、申し立て人が対応する形でした。私が提出した書類には、暴言暴力やガスライティングを繰り返してきたナルの悪行により、結婚生活はすでに破綻している。そして最近非難した経緯を出して、私はどれだけ経済力を持っていても、ナルに一銭も与えることができないという話を含めてありました。また、結婚生活が破綻に至った経緯や、アプリで書いた日記などを参考資料として追加しました。その分量は約200ページに及びました。調停期日の朝、弁護士と先に会って話し合った時、書類を整理していた私の弁護士が突然、懸念があると言い出しました。どういうことかなと思っていたら、裁判官から見たときに被害者は口数少ないと思うかもしれません。キムさんを変な人だと思うかもしれません。とても理不尽に思いました。それで私は要約版を用意したと、提出書類とは別途、すべての内容を A41 枚に要約しました。そしてこの1枚のレターを調停員たちに読み上げ、涙ながらに訴えました。調停が終わった後、弁護士からは、上手にできましたね、と言われました。今になって話しますが、実は、弁護士の言葉、キムさんが変な人に思われるかもしれないという言葉に傷つき、泣いてたんです。
裁判ストーリーはまた次回続きます。